400年もの間掘り続けられた地下の迷宮、佐渡金山。時を超えて残る東洋一の産業遺構。かつての繁栄を見守るかのような光は、忘れられた記憶にそっと明かりを灯し、彼の野心まで火をつけた。皆さんこんにちは、サニーキャンです。我が家は3人と1匹のワンコで旅をする家族です。佐渡に来ました。前回の動画では佐渡汽船乗って佐渡島に上陸してというところで終わったかと思いますが、この佐渡島に入ったところでやります、はい、トキ選手権出た。トキを何羽見つけられるか予想です。あ、予想ですか。はい、じゃあパパからいきます。はい、5羽。おお、ママは3羽。おお、じゃあ6羽。6羽。ゼロは誰もいなかったね。そうね、ゼロはちょっとね、やっぱ見つけたいよね。だけど今考えたら6羽も見つかんない気がしてきちゃった。確かにねそんなに見つけられるものじゃないような気もするけど、そう言ってるパパは5羽ですけどね。佐渡島の初日ですけれども、北沢冬線港湾に行って佐渡金山に行って地元の食材を堪能する、そんな一日にしたいと思います。はい。もともとね、佐渡島我が家は1周プランを考えてたんですね。半時計回りで1周だったんですけど、佐渡2日目、いわゆる明日の天気があんまり良くないっていうことで、ちょっとね予定を変えて佐渡金山1日目に行こうということにしました。はい。今日はなので最初に買い出ししたら結構ね、今日忙しいんだよね。今お昼12時半なんですけど、半日で遊び尽くすというそんな予定をしてます。でまず最初に来ました、ここフレッシュ松屋さんです。はい、佐渡のスーパーです。フレッシュ松屋さんです。はい。今晩のおかずを買いましょう。はい。どうですか、佐渡に着いた感想は。いやー、ここが佐渡かって感じようこそ佐渡へって書いてある。本当だ、ようこそ佐渡。佐渡名品はこれって書いてある。佐渡バターポテトチップ、越後姫だって。ちょっと種類が違うね。このいちごのマークは越後姫、こっちはおばば違うでしょ。あ、ばばちょっと何おばババアとか言って違うよ。ばばって言ってない、おばばって。あ、おばばって言ったんですかひどい。ウルトラサーモンもあるよ。ウルトラサーモントラウトだよ。ウルトラサーモンじゃない。変人もっこ。変人もっこ。変人もっこ。はい、では買い出し無事終わりました。ではこれから佐渡島のちょうど今真ん中、両津港周辺にいるので、そこからですね反対側、ちょうど真ん中を通って40分ぐらいねドライブしていきたいというふうに思います。はい。ゴールデンウィークの後半なんだけど、車で走るとそんなにないね、車ね。まあそうだね。まあ、ここからね佐渡金山行ってどれぐらい混んでるかだよね。そうだね。結構お店もあるし、車で回る分にはあんまり不自由ない感じだね。確かに。もう間もなく海出ます。はい。真野湾。おお。海ですね。海です。おお、すごい。ここは海水浴場なのかな。なんだろうね。今日本一長い県道だっちゃって書いてあった。ラムちゃんでした。
最初の目的地は北沢浮遊船工場跡です。はい。そこでねラピュタを見ましょう。はい、ラピュタ。ちなみにひーちゃんはですねトキ6話と言っていたんですが、あの後変更して2話にしました。果たして見ることができるのか。そうだね、そもそも野生のだからね。だいぶ近づいてきたのかな。多分そこ行けば見えるレベルだね、きっとね。これ左曲がってでどこどこですか。どれなんか違いそうだな。場所あったほら、あれ下。本当だ。ってことはこれ多分もうちょっと下だね、きっと。そうだね。下駐車場ある下。あっちだ。よし、じゃあ下だね。降りろということですね。はい。方向所駐車場ではなく、そこからさらに下ります。すごいね。ね、すごいね。遺跡みたい。やっぱラピュタの格好持ってくればよかったな。ラピュタの格好持ってるんですか、あなた。持ってないけど、なんか似たような感じのワンピースみたいな。シータのね、それともドーラ。ドーラはワンピースじゃないっしょ。こちらですかね。そうですね。はい、着きました。到着です。娘寝てます。着いたよ。いいちゃん。さあどんな感じかな。ね、ひーちゃんはまだ見たくないと言っております。まだ見たくない。目つぶってるってこと。右側にあるよ。右だよ。せーの。おー、すごい緑。すごい。おお、すごいね。緑だね。すごいね。すごいね。走ってっちゃった。ここも行きたいな。ここも。ちょっと待って。さらに。すごいね。これはすごいね。あそこのくぼみにロボットいそう。いそう。ここは佐渡金山で採れた金を保管するんじゃなくて、金というかその鉱石から金を取り出すなんだって。まさに金を大量に取り出していた場所みたいだよ、ここが。ひーちゃんに続け。ツアーが始まっちゃったよ。これ今見たのがここだ。ここで、今から行こうと思ってたこの50メートルシックナー。何のレールだろう。トロッコのレールかな。ねえ。はみ出してます。おー、でかっ。すごいね。すごいね。このなんかコロッセオみたい。見たことないけど。奥に見えるシックナは昭和15年1940年に完成した直径50メートルの冷凍濃縮装置である。金銀を含んだ鉱石はこの装置で水分を分離する工程を経た後、対岸へと送られた。
すごいねこれ。すごいね。一望できるよ。本当だね。ラピュタだね本当に。やっぱ飛行石持ってくるべきだったか。ね、飛行石売ってるらしいから買いに行こうよ。どこに売ってんの？なんか前さ売ってた。あれじゃない、そこのテラスじゃない？ちょっと見に行ってみようかじゃあ、ね、テラス。うわ怖っ。下見ちゃダメなやつだ。やってるね。おお、おしゃれ。みーちゃんこれ。あ、クリームブルーね。ラピュタだよ。ロボットだ。シャボン玉。はい、シャボン玉どうぞ。あ、借りていいんですかこれ？レンタルですので、レンタル。またお戻しいただければ、はい、大丈夫です。わかりました。飛行石。飛行石。日がなくなると寒いかな。はい、では北沢冬線工場出ます。ではこれから佐渡金山に向かいますので、ひーちゃんに佐渡金山の説明をしてもらいます。ではひーちゃんお願いします。ラジャー。佐渡金山は新潟県の佐渡島にある日本で一番大きな金山です。佐渡金山では石の中にある小さな金を見つけるために長いトンネルを掘ったり、石を砕いて金を取り出したりしていました。388年間で約70トンの金を産出し、江戸時代には日本で採れる金の7割以上が佐渡金山から出ていたと言われています。以上です。はい、ありがとうございます。そうなんだ。で去年世界遺産に登録されたと。そうそう。あ、この先 1.5 キロ佐渡金山。佐渡金山に道遊の割戸っていうのが。あ、どういうのワールドもひーちゃん説明できる。あ、本当？佐渡金山は江戸時代には幕府が直接支配する日本最大の金山だった。道遊の割戸は金を探して細長い穴を掘り進めているうちに山が V 字型に割れてしまった。以上です。人がね掘ってたら山割れちゃったってやつだね。そう。すごいよね。人間の欲というかさ、金を掘って山を割るっていう。あれだ。ほら。あ、本当だ。本当だ。じゃあもう間もなく佐渡金山の駐車場に着くと思うんだけど、ゴールデンウィークだからどうかな。混んでる？混んでるかもね。250メートル。ちなみにさっきの北沢冬線工場、ひーちゃんの豆知識があるんだけど。お願いします。知りたい。何？じゃあひーちゃんの豆知識お願いします。ラジャー。北沢冬線工場は銅を作る時の技術を使って金や銀をうまく取り出すことに日本で初めて成功しました。戦争の頃にはたくさん金を作るために大きくパワーアップして1ヶ月に5トンもの石を処理できたため東洋一と呼ばれました。以上です。はい、ありがとうございます。そうなんだ。東洋一なんだ。そういうことらしいですよ。よし、じゃあ行ってみよう。行ってみよう。行ってみよう。レッツゴー。冬の格好をしてます全員。がっつりガチ冬の格好してます。ほら、寒いですって書いてある。本当だ。10度。観光坑道入り口。寒いです。はい、金ピカ。う。これ小人。ひーちゃんは小人。いいね。西の方が江戸で東大流行で30分くらいかかります。で、左側の方の現在の道遊港がだいたい40分くらいのコースとなります。で、ちょっと道遊港の方がちょっと閉まるのが早
早いので、東横の方から見てきてもらった方がいいかと思います。じゃあこっち行ってから。てか寒っ。寒い。うん。おすごい、こんな感じだ。飛行石かな。パパ頭ぶつけちゃうかもしれない。うん、頭上にご注意くださいって書いてあるよ。めっちゃ垂れてくるよ。ね、めっちゃ垂れるね。空いてていいね。ね、すごいね。ね、意外と空いてた。そして寒い。こんだけ着込んでても寒い。ひーちゃん全然寒くない。センターオブジャース。ここれ人間が掘ったの？そうなんじゃん。やっば。どっち行く？でもほら近代的なあれって言ってたから、それは工具で掘ったのかもしれないね。トロッコのレールだよこれ。ああそうだね。これトロッコじゃん。これトロッコよ。誰かいそう。誰かいるでしょ。これあれだね。ねえ置いてかないで。置いてってるのはひーちゃんでしょうよ。ああよついてきてよちゃんと。どっちなの？なんかお化け屋敷いるみたい。本当？ひーちゃん多分人現れたらギャーって叫んじゃう。これどういうの割れ戸って書いてある？こういうの割れの直下の。じゃあ上行ったら空があるってこと？かつては中腹から光が差していたそうです。今は閉じちゃったってこと？なんかそこなんかいる？なんだろう。ね、なんだろう。なんか船が出そうな音がしてる。う。うん。ね。早いね。ふいや寒かった。う。ね、押して。こういうこと？なるほどね。本当になんかラピュタの世界。ラピュタもあるよね、こういうなんかねガシャンガシャンみたいなね。あ、いた。いや。もしもしもし。こっち？こう？逆じゃない。耳で口じゃない。こう。待って乗ってて。行くよ。ああ動いた。ひーちゃんが乗る。動く。すごい。4時半で閉まっちゃうらしい。20分。しんどい。しんどいって伝えなきゃ。みんなにここはしんどいって伝えなきゃ。神社。もうちょっと。もうちょっと。おお。すごっ。すごい。うわ。これ掘ったん。正面だ。うん。やってみて。また入るの？なんかちょっとね。音が。そうだね。ママ震えちゃってたよ。だって急に話しかけるから。あ、出口。なんか音が鳴ってる。順路こっちだね。後で売店見たいんだけど、売店って何時までやってんだろう。相談いうことになります。はい、ありがとうございます。いってらっしゃいませ。はい、いらっしゃいませ。うん。でも実際に動画で見るって大丈夫？頭上注意です。はい、大丈夫？動画で見るのと
実際に見るので全然違うね。全然違う。あとさ、やっぱ来るとこの匂いとかさ、今そこすごくなかった？木の匂い、すごかった。酸欠防止の穴だ。こっち向いた。お家もないし仕事もないしっていう人たちをお仕事をさせに来させてたんだって。2000人ぐらい来てたらしいよ。なんかそれこそ網走のあれみたいにさ、悪いことした人がこうなんか仕事に駆り出されるみたいな。うわ、狭っ。おお。おっかな。あれはしごなんだね。ね。あそこがさ、ちょっとキラキラしてるのわかる？あそこに金が入ってたんだって。だからああいう筋が、大丈夫？何？怖いんですけど。ああいう筋が見つかると金が取れるって言って、こうやってお祝いをしたんだって。あれが金脈っていうらしいよ。何これ？どう？持ってない。待って、持ってない。12.5 キロだって。時価1億8000万円以上。どう？ママもやっていい？いいよ。すごい重い。あ、重っ。持てる？思いのほか重い。ちょっと待って。こうしたらいける。ちょっと待って。片手は厳しいか。持ち上がんない。あげるのはちょっと無理かも。パパやってみて。パパなら行くんじゃん。重っ。これちょっと待って。これは重いわ。ちょっと待って。手に持ち替えた。上がった。すごい。でも無理。無理。では佐渡金山後にします。はい。今日はですね、この後温泉に入ります。結構ね、この辺綿密な計画で調べた時に、なかったんですよ、日帰り温泉が。だからもともとは初日はもうお風呂は諦めようって感じだったんだけど、でお友達にご紹介いただいた日帰り入浴をやってるホテル満潮さんにちょっと行きたいなと思います。でこのホテル満潮さんまでの距離なんですけど5分ぐらいかな。なので、やっぱね、同じねフェリーで渡る場所でもね、北海道とはやっぱり違うよね。5分で着く。そうね。なんか本当に近場に全てがあるみたいなさ、感じで。移動距離は短いね。でですね、本日の計画的にはもう一個実は寄るところがあったんですが、佐渡金山が思いのほか楽しくてもう一個寄る時間がなくなりましてはい、まあね、天気も天気だしね。そうだね。ちょうど雨が降ってきちゃったんで、もうであれば無理せずお風呂入ってゆっくりしようという感じになっています。あそこだ、ホテル満潮さんですね。ありましたね。見えてきた。この信号左か。満潮さん。目的地付近です。音声案内を終了します。満潮ピン。この後の天気は曇りのち雨、降水確率 40% です。こっちだよ。どこ行くの？
あったおお、こういう感じ。おお、綺麗綺麗。ああ。お、すごい。あ、人結構いるね。ね、浮かび上がっている。あ、音楽流れてるよ。ね、音楽流れてるね。すごい。すごい綺麗。すごいね。あ、色変わるわ。あ、変わるね。緑だ。あ、なんか鳥飛んでるよ。あ、本当だ。鳥が飛んでる。あれトキじゃない？あれトキじゃない？あれ。わかんないよ、暗い。見えないね。わかんない。あ、すごいね。なんかすごいね。あ、これは見に来てよかったな。ねこんな綺麗に見れるんだ。え。ね、すごいよね。では出発します。はい、お願いします。本日のキャンプ地に向けて出発です。はい。ただいまの時刻21時30分ですね。はい。いい一日だったね。うん、本当だね。うん。詰め込んだけど割といけた。うんうん。で、今日車中泊をさせていただく場所は入崎キャンプ場駐車場というところに向かいます。はい。キャンプ場なんだ。無料のキャンプ場で、こっからの距離は22キロ、だいたい30分ぐらいで着きます。はい。ひたすら真っ暗な海岸を走ります夜の海岸ってちょっと怖いんだよね。そうなんだよね。月がこう満月でさ、うん、海があんまり波立ってない時に道ができるんだよね。うんうんうんあれ綺麗だよね。うん。あれ生で見たことないけど。生で見たことないの？ない。わあ、人生損してる嘘。どういうこと？まあなかなか見ないよね。うん。見たことあるの？あるよ。なんで？誰と見たんですか？熱海で一人で見ました。誰と見たんですか？一人です。熱海に誰と行ったんですか？仕事ですすごい真っ暗なんですけど。真っ暗だけど海っていうか多分崖なのかな。そうね。あ、ハサミ岩、弁慶のハサミ岩が左に見えます見えません全然見えませんよ。はい、左手に見えますのが弁慶のハサミ岩でございます。いかがでしょう？見えますか？あ、見えた。見えんの？見えないか。あ、見えそうだね。今ハサミ、あれ岩じゃなかったかな。岩だったんじゃないかあ、な。本当。多分。こんなすぐのところにあるんだね。違うのかな。ちょっとわかんないな。すごい真っ暗だね。まあ見たっていうことにしましょう。はい編集長だけ見たということでね。はい。じゃあちょっとあとね30分弱安全運転で行きます。はい、お願いします。はい。着いた。お、いっぱいいる。おお、止まってる。よかった。よかったよかった。到着しました。はい。いるけど暗いの。
はい、到着しました。はい、到着しました。ありがとうございました。はい。では3人散歩行っていく。これね。よし。じゃあ開けます。おお。ちょっと水多め？ちょっと水多かったかな。ちょっと水多いかな。蒸らした方がいいかもしれないね。うん、そうだね。でも美味しそう。ツヤツヤ。ね、ツヤツヤだね。おかゆみたい。嘘、そんな？水多かった？水が多かったっていうか多分、お米が少なかったんだね。お米買ってきました。佐渡産コシヒカリ。佐渡産だよ。測るカップがないね。205ミリの紙コップ。205じゃ、ちょっと多いんだよな。どうしたらいい？適当でいいかも。残念な感じになっている。おかゆ。知ってんじゃない？ローソン。あ、美味しい？甘い。甘い？へえ。甘いけど、めちゃくちゃ柔らかい。どう？甘い。あ、甘い。甘いね。甘くて美味しい。まずは味。これ実は佐渡産じゃなかった。嘘？愛媛産だ。全然気づかなかっでも次の、はい、こちらはブリー。た。はい、これは佐渡です。佐渡産ですね。よかった。そして桜マス。桜マス。佐渡産。美味しそうだ。せーの、いただきます。桜マス。いただきます。はい。美味しい？めっちゃ美味しい。そう、じゃあパパも最初に桜マス行こう。じゃあいただきます。いや、めっちゃ脂乗ってる。じゃあ次は味。あ、美味しいね。味も美味しい。身が引き締まってて美味しいよ。これも脂乗ってる。でもひーちゃん、佐渡の牡蠣が食べたい。そうだね。やっぱ美味しい。これでご飯がもうちょっと固めだったらなおよしだったんだけど。すごいショック。そんなにショック？全然美味しいよね。お米が美味しいから。せーのでどれが美味しかったか、1位、2位、3位ね。1位だよ。1位だけでダメ。ダメ。はい。1位。せーの。桜マスでしたね。そりゃあね。桜マスめちゃくちゃ美味しいわ。特別賞。そう、この時期が美味しいんだって。ああ、そうなんだ。って言ってお友達が教えてくれた。晩酌しましょう。はい。今日のお供はサドランドビア金山ゴールデンエール。ちゃんとどういうの割れと。失礼して。ちょっとね、下が不安定ですね。そうですね。紙コップに失礼します。
乾杯。うん。あ、フルーティー。フルーティーだね。うん。うんうんうん。苦味がしっかりあってフルーティーって感じ。ちなみに今日のおつまみは一口ソースもんじゃセブンです。佐渡では買えない。はい、佐渡で買えないからむしろ珍しいどういうことこれビール美味しいな。うん。なんかいろいろ種類があったよね。うん。ね。5、6種類あったよね。多分もっとあったかな。なんか最近このクラフトビール楽しい。確かにね、みんな味が特徴的でね、違くてね。面白いよね。北沢冬線工場からキャンプ場まで走ってですね、少し回復してバッテリーは 95% になってます。で、明日は晴れる予定なので電源は問題なさそうです。ただいまの時刻何時ですか？23時15分です。はい、外は 11.8 度。やっぱり結構寒いね。中は22度だから快適です。私気づいたことがあるんです。はい。温度計をなんかちょっと面白くしたいなと思って買ったこの葉っぱなんですけど、この人20度から25度ぐらいだと緑なの。車内って大体そのくらいの気温じゃん。そうだ。変わりゃしないっていう。確かに。これ夏になるとちょっともうちょっと黄色くなったりとかするのかもしれないけど、ちょっとね、ちょっと変化なしです。さあ寝ましょう。はい。ではおやすみなさい。はい、おやすみなさい。満席です。やってる？無理ですね。ママとやられて。計画倒れに。次の動画もお楽しみに。またねー。